こんにちは。アニメ紳士です。今回は魔法少女に憧れて第9話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。目覚めてしまったか。全裸で歌えばよかったんや。探せばこんな地下アイドルいそう。空エホでアウトだよ。全裸はいないけど、ほぼ全裸じゃねえかってのはいる。これは露出に目覚めましたな。どこじゃない方は単体の方が強いだろう。もう負けた上に裏切っちゃうの。戦力が増えていって、これじゃ魔法少女が勝てんやん。あっちも増えるんじゃないの。そっちはそっちで別のグループが新たに出てくるから。歌うまくなったから仲間になった。まさかの仲間入り。ええぞええぞ。ロード様は慕われるような上司じゃないしな。まあチョロそうなやつだったしな。見た目的にはロコムジカが一番好みだわ。隠しツンデレヒロインの要素を混ぜこぜしたキャラらしいし、刺さる人にはめっちゃ刺さるんだろうな。敵にしとくのもったいなかったからいい展開だ。なんで急に歌がマシになったんだ。余計な力が抜けたんだよ。適当。本性、露出狂なので。周知で叫ぶような喉のこわばりが抜けたんじゃね。マホは本当に嬉しい。楽しいとか面白いとかじゃなくてもう嬉しい。幸せだわ。魔法はこの今回の話で2人が早々に負けて裏切るのは個人的に解釈違いですわ。ロコちゃん裸のオンステージ始まって化けたな。やったねベーゼちゃん。ロコちゃんとルベルちゃんが仲間になったよ。作がそろそろしんどそうだな。寄ってる絵はいいんだけど。ド S ベーゼちゃん悪の幹部感あったな。周知をこらえて歌う全裸ロコちゃん最高だったわ。ロコムジカ服を脱げ。1週連続2回目。もうずっと全裸でいいんじゃないかな。いつものベーゼちゃん、ガンディマリよだれ顔。アズールさん完全復活っていつになるか。ロコさんママンが音痴だと知ってるってかなりのレベルだよな。今回もロコかわいい。次回はあれをやってしまうのか。全裸ライブ来た。どこのまともな歌つきた。でも原作通りホストマイクで乳首は隠れてて露出は少なかったな。魔法少女パート短い割にインパクトあった。つねられても喜ぶアズールちゃんほんとダメだな。アズールはもうダメだ。アズールはバンでもおしまい。先に打たれるだけで笑いが取れるアズールさすがです。修行にならないアズールさん。アズール専用武器は何がいいかの。何が来るんかの。序盤でミコ服着てたけど、ミコっぽい武器って何かあったっけ。払いくし。ロコちゃん良いね。普通に仲間になるんだな。なんだかんだでベーゼちゃんがロコちゃんを最長強上書きしたな。同じ佐渡でもロードはムチ打ちやりすぎて痛みが残る。その点ベーゼちゃんは一緒に気持ちよくなる調教だったから。ロコちゃんか以下できたな。顔ロコちゃんの顔。 SD でも乳首はちゃんとある。乳首つまんだ。それでいいんだよ。エッチに対抗するにはエッチな修行しかないぜ。アズールはもうダクネスになってるやん。完全にド M やん。今回エロ少なかったな。仲間展開きた。ちょっとこの流れはよくわからない。新たな要因が。これも闇落ち。来週は満足するまで出られない部屋か。あれか。仲間が増えるよ。やったねテナちゃん。ラスボスはヒカサかな。アニメの範囲内ではラスボスはヒカサ。原作だと意外な形で再登場する。よかったね。仲間が増えたよ。面白くなってきたけどエロは少なかった。乳首掴んでただろ。いろいろ麻痺してきてるな。あと3話か。2期やってほしい作品が増えた。円盤がどれだけ売れても声優に還元されないという地獄。マジかよ。マホはこじき期待。今度は予算もつくだろうしきっと良くなってるはず。最後のトランスマジアの入浴シーンはよりかな。よかったけどサルファの胸が大きくなってたような。原作8巻に載ってるおまけ漫画のやつやね。ルベル閉じ込めた後の興奮してるべーってちゃんとカモ4コマネタだから割とそういうとこ拾ってくれて嬉しい。今回ちょっと作画が惜しいな。
アニメがこんなに人気出ると思ってなかっただろうし、仕方ないけど、マーバ取るかエロどっち取るかって言われたら、後者の方が大事だからしょうがないね。次回期待しよう。というかロードダウン以降手を抜くなら今回しかないから仕方なくはあるんよ。次回手を抜いたら多方面から刺されるから。ロコのぬいぐるみ欲しい。毎日抱いてみる。ロコムジカさん的にはマジアベーゼ側についた方ガードあるもんね。イヤ全裸で歌わされるのはどう考えてもマイナスじゃないのか。マーロコムジカにとっては手段はどうあれ音痴直してくれた恩人みてえなもんだし、ロードについてって偽りのファンでチヤホヤされるよかましだろな。服を脱いでって言われただけで下着までちゃんと脱いでるの。すでに仕上がってる感ある。僕はもうロコムジカさん、元今玉さんが出てくれれば何でも良くなってきてる。こういうアニメがちゃんとのびのびとしたスケジュールで作れるようにならないと日本は破綻します。なんだかバトルから目が離せない。レーゼが舞台に上がったロード団を成敗には導かれるのか。レーゼがリーダーだけあってこいつは本物だ。全裸でも帽子を取らないロコムジカがマニアックです。全裸で本気の彼女が目覚めてしまった。これ解説してほしいです。マジアベーゼ、優位な立場に立ったら風俗嬢に説教をするおじさんになるのマジで草。A パートでロコのひどい歌からの B パートでの全裸ライブの流れがロコのアイドルに対する熱意が本物であることをより感じられて素晴らしい。面白いな。魔族気質を解放してあげたアズールが振りになってて、アイドルになりたいって夢とちゃんと向き合ってくれたベーゼに光を落ちさせられるのね。こうやってロード団壊滅させていくんや。ロコちゃん、裸になって歌は上手くなったけど戦闘力も変わるのかね。もし戦闘力も上がるんだとしたらトレスマジアやロード団と戦うときは常に全裸になることになるけど、それでもいいよな。今回は謎の光が多すぎてなんだかわからん。レオパルドでは歯が立たなかったロコムジカだが、レーゼの地弱攻撃に完敗。レーゼちゃんの強者感が爆上がり。歌唱力に目覚めるロコだけど、逆に魅力半減じゃね。ところで、おにぎりの歌は何なの？責められ好き多すぎ、レーゼにいいようにされて、いい声出せるようになったんですね。わかります。次はルベもお願い。アズールも仕上がってるし、大ロード団の機運が盛り上がってきたかな。レーゼもマジアは伊達じゃない。ってなる。にしても前回で普通の人間なら立ち上がれないレベルの扱い受けたのに、へこたれるのへの字もないロコムジカが良すぎたな。なんというかこの作品ってものすごく前向きに後ろ向きなのが持ち味か。時代やらなんやらを感じさせないオリジナリティがあってすごく良いな。中はめっちゃ面白かったな。まさかあの二人が仲間になるとは。ロコちゃんの部屋にあるグッズ、リアルグッズか待ってます。そしてネロアリスとレオパルトちゃんのあの二人の感じめっちゃ好きやな。ロコちゃんありがとうございます。こんなの俺の知ってる魔法アコじゃないと言いたくなる。レーゼたちとロコムジカ&ルベルブルーメのガチ戦闘に戸惑ったものの、すぐに全裸の羞恥心で歌唱力アップという頭の悪い展開になって安心しました。あとアズールはもうダメみたいですね。この子らが真面目に戦ってるとむしろ笑えてくるな。その格好で真面目に戦わないで、やっぱロコムジカちゃん一番可愛いのでは。ライブはなかなかにひどい絵面だったが、あれな性癖に目覚めてるが、まあでも相対的にマシな方だし、押し倒しながら謝るキウイちゃんも可愛かったね。今まで自分しか見えていなかったアイドルが他人から見られていることを意識して真のアイドルへと開花するの美しすぎる。全裸周知プレイの結果だけど、それを陰ながら支えていたもう一人の少女も尊い。今回かなり弾けてて面白かった。裸に向いての強制歌唱、いわゆるプレイではなく、こういう斜めでの展開で笑わせてくれるのは嬉しいね。ちょい気の毒だったロコムジカが救われるのも良かった。魔法少女のうちわコントもこなれてきた感じ。歌の使い方と見せ方をこの作品流のアレンジでしてきてみ入った。ブルーメ案外ロコムジカへの友情が厚そう。マジアベーゼのクソヤバ度が高くなってきたし、レオパルトのネロアリスへの面倒見よくて個性がより深掘りされてたのでは。
アズールの修行は置いといて、ファンとして魔法少女に憧れるウテナとは別ベクトルで、純粋にアイドルに憧れて奮闘するロコちゃんがとても良かったです。当事者になりたいロコの意志は、たとえこの作品による質によっても汚れなく眩しいものでした。衣装はなくとも歌を、それがアイドルな矜持を見る感動の位置は、ファンとは共振的であり、同時にアイドルを育てる存在。そんな関係性にも踏み込むアイドル論にも感服。全裸に抜かれたアイドル志望ロコがデマに目覚める怪案の本物の洗脳か。羞恥心を上げて歌唱力も上げる。前衛的というか、レーゼの鬼畜トレーナーさが半端ない笑い。で本編、もろもろ愛坂優香さんの技量にかけたエピソードだが、見事に応えていたな。総自体として、各々の持ち味を引き出した1話。それにしても責められつきが多すぎだ笑い。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。